本動画は3月5日より絶賛配信中のデアデビル最新作、デアデビルボーンアゲインの最新話に触れるネタバレありの動画となっています。鑑賞をしてからの主張を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。最新話は退屈なパーティー会かと思ったら後半から急激に面白くなってきた。ボーンアゲインはドラマの中じゃぶっちぎりで面白いな。全体の感想としてアクションがやっぱりすごく良いのとヘザーの視点はリアルなニューヨーク市民としての視点なんだろうな。思いのほかアクションは少ないんだけどドラマ部分がしっかりしてるから面白いんよね。必要なところで出してるし、前回のミューズとの戦いとかみたいに少ないけど要所要所的確に入れてるって感じ。配信だからってファッキュー言い過ぎ。ブルズアイ強烈だな。ブルズアイの青、デアデビルの赤。かっこよすぎる。めちゃくちゃ面白かったな。ここでブルズアイのホリー殺しとフィスク夫妻が絡んでくるのか。ブルズアイの怪我の治療するとき手を自由にさせとくとか油断しすぎ。一応上腕は拘束してたから、手のスナップで何でもできそうだが、手で投げるだけじゃなくて肺活量と口で飛ばすのもすごいのかブルズアイはら。ブルズアイの能力が人間じゃねえ。ブルズアイ自分の抜けた歯でもいいとかやばすぎるだろこいつ。手で投げるのは相変わらずすごいけど口からよくあんな勢いよく出せるなブルズアイ。デックスその辺のもの全部凶器にするサイコパスだから出てくると緊張感出る。どんなものも武器にするやつだからね。オナニーで出した精子も武器にするぞ多分。そんなんで殺されたくない。ブルズアイはこいつあらゆる性能がおかしいだろ。出るのも来るのも早すぎる。ブルズアイは手を自由にしたらやばいな。ブルズアイの境遇には若干同情するけどもう頼むから死んでくれとしか思えん。ブルズアイは裏社会より傭兵やった方が良いと思うんだよね。ブルズアイは今度こそ自分のコスチューム着てくれ。デックス1話でサクッと処理されたなと思ったらまだまだやらかしてくれそうでよかった。あと1話でシーズン1終わりなんだけどどう決着つけるんだろう。ぶっちゃけ今回のはシーズン2とお話セットなんでブルズアイ撃退で続きは後半戦になるんじゃない？ 1 話と今回以降が再撮影後のものらしいけど最初作られてたのにはデックス出すつもりなかったのかね。ボーンアゲインした、と思ったら重傷。体の強度が常人レベルだとこういう時辛い。スパイダーマンだと痛いなくらいで済んでそう。そらまあスパイディなら新幹線に引かれても痛いで済むからな。自分の宿敵みたいなマットが自分を守って倒れるとかフィスクも困惑するだろうな。フィスクは車にひかれても爆発で吹き飛ばされても銃弾頭食らっても死なないから助けなくてもよかったよ、マット。まあホリーのことがよぎったんだろうけども。マットがフィスクかばって撃たれたけどその人頭に至近距離で銃弾食らっても、至近距離で爆発食らっても、車に思いっきり跳ねられても死なない人だから大丈夫だと思うよ。一番のダメージはバネッサの浮気だ。ヘッドショットされても生きてたのは一体どういう理屈なんだって。相撲やってたから。MCU のフィスクはボクシング派だぞ。次回マットに対してキングピンがどういう対応するかが楽しみ。あいつ結構かばわれたりに弱いのよね。キングピン、マット。プンク。何か結構フィスクの変化書いてるからマジでフィスクがマットにプンクしないかちょっと心配。フィスク助けなきゃいいのに。どれだけ憎い敵でもいざって時に助けちまうのがヒーローだろ。2回も命を救ってやったのにキングピンはマットをアンチビジランテタスクフォースに追わせるのか？恩知らずな奴だな。これ周囲からしたら、身を挺してフィスク市長を守ったヒーローって扱いになるよね。今後のフィスクが気になるな。勝利の前祝いだったんだ。手源からその手で飲んでなかったか？マットアホなのか？でなんで今更殺人と訴訟紐付けてんだ？証人最初に殺してんだからそりゃそうだろ。マットアホなのか？マットが超絶アホ化した回だったな。お前が勘違いしてる要素は大いにあるが、マットは過去最大に冷静さを失ってる。っていうのは正しい。旧チームの脚本でシーズン3までのマットに比べて明らかにバカになってるから新チームも今のところそれに合わせてる。集まってたのはチェリーの退職祝い。マットはあの場で常にホリーにフォーカスして話の内容を聞いてたわけじゃない。ベニーが死んだという描写はない。脅されてホリーの場所を教え、ブルズアイが去った後もホリーと電話を続けてる。ベニーは死んでないな、居場所聞かれただけで命拾い。マットは前シーズンの復讐が動機と考えたからベニーに話聞いてないんだろうな。ベニーの裁判とバネッサの関係は次シーズンに持ち越しかな？マットはブルズアイが脱獄できるように怪我をさせたってことでいい？ホリー暗殺の黒幕わかったけど、最後のあれはもう完全にそういうことだよな。ヘザーもうちょっとやむかと思ったらそんなことなかった。たくましい女だ。
ダンスパートナー入れ替わった時はヘザーがバネッサと誤認されて撃たれるやつかと思って身構えたよ。ヘザーかバネッサが撃たれてもう収拾つかなくなるかと心配したので、マットならまあいいか、と思ってしまったわら。まあヘザーやバネッサの死亡フラグも消えてないと思うが。ヘザーとマットの関係が不足にバレて面倒なことになるなって思ったらそれどころじゃなくなった。なんならもうバレてそう。熱が入ると全てを無視して目標のために突き進むロードローラーみたいなところはマットもフスクも似てるよね。フスクもマットも裏の顔と暴力性が息を吹き返し始めると表の顔が立ち行かなくなってくるの仕方ないけど大変だね。フォギー・カレンと一緒に二重生活できてた7年は奇跡だったんだな。バネッサはなんでフォギー殺害を依頼したんだ？フォギーが担当してた裁判でフォギー側を勝たせたくないみたいなこと言ってたけど詳しいことはまだわからんね。ちょっと裏の世界に染まってきたなって思ってる程度だったのにフォギー殺しを依頼とかとんでもないやつだな。マットの推理が当たってるならだが、フォギーが最後に弁護してたベニーってやつは今作からのキーパーソンなのか、これまでのドラマにいたやつなのか思い出せない。フォギー担当してたやつなんかかくまってたよな。結構ヤバい事件だったのか知らんけど、裁判で勝たせたくなくて弁護士殺すはあまりも単純というか。S さんから片鱗出てたけどバネッサも相当な悪女だよ。前回ラストのは本気でフスク裏切ったってことでよかったのか。その割にはキングピン落ち着きすぎじゃね。さすがに共謀してたと思う。バネッサ前もナディーム殺そうぜって提案した結果で逆転の糸口作られたのに。ここまでのこと全部バネッサが手引きしてたのか。よもやフスクまで始末しようとは。フスクを殺そうとはしてないだろ。ブルズアイがフスク狙ったのは依頼主の大事なもんを奪ってやるぜまとなあれだろうか。自分のストーキング相手奪われた意趣返しも入ってるかもしれん。これフスクは協定守ってたのにバネッサが破った形になんのか。今回マジで殺しはやってないのかフスク。誓って殺しはやってません。だな今回のフスク。バネッサが勝手にやってるのはともかく側近がやってるのは、ギャングだから脳幹なのか？マットとフスク、カップルの仲の良さは正反対だなって思ったらこれだよ。フスクとバネッサは過去の過ちを葬り去ったからね。葬り去る。私は当時よりはるかに人間として成長した。アダム生きてたんかお前。死んだ。アダムも負けず劣らずタフだったな。デアデビル世界は全体的に人の耐久力上がってるだろ。さすが、アラオイガーディアンズのメンバーになったソブリン人と同じ名前なだけはあるな。バネッサにアダム殺すように仕向けたりソーズマン脅したりどんどん裏社会時代に戻っていくフスクいいよね。小学校を視察した時の明らかにイラついてる感？子供たちの合唱があれだったのもあるけどそれ以上に自分の幸福健全とは言えなかった少年時代を思い出してたんだろうな。マットもフスクも幸せそうじゃないよね。バネッサの計画ってことでさらにフォギーが生きてる可能性が高まったというかもうほぼ確定なんだけど、あそこからどうやって生きてることにするのかわからないな。闇の手の壺だけはやめてくれ。蘇生。また片言日本人軍団来ちゃう？そうは思わないね。心音が止まったのをマットは確認したのにどういうトリックで行くんやろか。あの場で死んだのは影武者説。別人だから注文した酒も違ったってことで、フォギーが生きてるの確定ではなくね。ついに副市長になったダニエル君。最初何話で死ぬかなって思ってたのに。これ最終的な勝ち組はダニエル君になるんじゃ。あの女記者は副市長に処理されるか逆に副市長がほだされるか。なんか今回むせ返るようなダンディーさがあるなって思ったらソーズマンがいた。ラロサラマンカさんはロタ。もうソーズマンバレてるならシーズン2にも出そうだな。ビジランテチームも動き出すらしいし。ソーズマン、頼むから死なないでくれと思いつつキングピン VS ソーズマンを見てみたくなってきた。騒動おじさん思いのほか出番が多くてびっくり。フスクとのシーンが声だけ聞いてたらボスキャラ同士の対話に聞こえてちょっと面白いわら。正体ばらされたくなきゃ投資しなさいとかいう新手の投資詐欺。ひょうひょうとしながらもなかなか食えない人だったんで今回フスクに屈したのは結構衝撃的だった。もう3人カメオを期待してしまう。ケイトとか。わかる。なんならディフェンダーズの面々も出てほしい。スパイダーマン登場はさすがに贅沢言い過ぎか？個人的にはカメオは別に。って感じ。今のところソードマンみたいな感じで物語的に必要なら出てきてくれたらいいぐらい。ボーンアゲインはソーズマンとかカマラ父とか MCU のカメオキャラがちょうど良い人選で絶妙だね。ネトフリ版のトーンを維持したまま MCU できてる。剣コレクターの面白おじかと思ったら街のために戦ってた。
コミックではホークアイの師匠だからね。強いよ。吹き替えの声も強いよ。ホワイトタイガーとかソーズマンとか本当にヒーロー多いなマーベル。ソーズマン今シーズンは戦わないんかな。最終回そこにはデアデビルの代わりに街を駆けるソーズマンの姿が。ソーズマンも出てくるし結果的にホークアイのドラマがボーンアゲインの前哨戦みたいな感じになったな。ホークアイがエンドゲームでマフィア狩りしてたのとうまく絡めたし。やっぱマーベルテレビジョンのロゴになってから質上がった気がする。海外ドラマ特有のハラハラ感みたいなのがある。早く来てくれパニッシャー。フランクはもう出ないのかな？一回ぐらい出て暴れてほしいけど。いるだけ参戦みたいなパニッシャー。本格的に動くのはシーズン2からかね。スペシャル枠で単独もやるし。フランク出ると思ってワクワクして見てるけど全然出ないのは残念とはいえあいつが来ると場が荒れるから今は出せないのもわかる。もうシーズン2撮影中だし地続きだろうから来週でそんなには解決しないだろう。面白いけど結構ストレス展開多いよね。とにかく警察がクソ。ドクロタプーの不良警官はやりたい放題だな。本部長死にそう。ノースにやられる予感しかしない。あと汚職警官図のリーダー、ほんとムカつくからはよフランクに始末されてほしいわ。警察のならず者部隊ってこの後ポインデクスターと一戦交えた上で予告の内容からパニッシャーとデアデビルと戦うんでしょ。さすがに同情するわ。何人死ぬんかな。まあ汚職警官だからええか。パニッシャー&デアデビルの方はデアデビルいるから殺すまではいかないかもだし。スクがラスボスだろうなって思ってたけどどんな話になるのか読めなくなってきた。